皆様こんにちは。みえちゃんです。今日はね、風さんの曲の中でも私の中ではもう1位2位を争う大好き大好きな曲、祭りについてお話ししようと思います。もうね、毎日ね、365日じゃ足りなくってもう367日でも8日でもね、もう聴きたい曲です。MV でね、なんか雰囲気ある大正ロマンのね、お部屋でね、風さんがどこかミステリアスな疫学者なんていうのかしら、占い疫の先生みたいなね、風情でね、いいですよね。なんか年より上に見えますね。ちょっと色っぽさもあってね。この「祭り」という曲はね、もう東洋哲学というか仏教というかインドの教えというかもうね、そういうものがそのままね、ずっしり詰まったね、すごい曲なんですね。もう全人類に聴いてほしい曲です。出だしのね、ピアノのね、お琴の音階を思わせるようなね、タラララララなんてね、水が流れるようなね、音に引き込まれて、そこへもう忍笛でしょ、もうジャパンだと思った途端にバイブスですよ、ビートですよ。このミックス感がね、もうたまらないですね。なんかヒップホップラップ系、なんかラテンっぽくも感じるけど、よくわかんないけどね、踊り出したくなるね、このリズム。ブラックミュージックでね育った私なので、昔のね R&B とかブルースとかね、ソウルとか好きなので、もうすぐ反応しちゃいました。もう体が自然に動いちゃいますね。でこの音楽的なねミックス感というか、インターナショナルなね感じがたまりませんね。最初ね MV でね、まず雑巾がけのねシーンがあって、なんか監督によるとお城の主人っていうなんか設定だそうなんですよね。でお城の主人でもね雑巾がけするっていうのがね、もうこれぞね日本人のスピリットというか、もう身分は関係ないんですそしてね、まずこのすごい歌詞がいきなり来ますね。愛しか感じたくもない、もう何の分け隔てもないねえ、グルービーな中でねこの声ですよ、もうたまりませんよね。もうあれですよ、この前グレイスのところで動画でお話ししたワンネスの状態ですね。何の差別もない愛しかないところにいるんですね。まとめてかかってきなさい、今なら全て受け止めるから。これはね2つの意味に取れますよね。自分へと何が起ころうと大丈夫、もう嫌でも鉄砲でもね持ってこい、わしはもう無敵なんだからという感じか、あるいは何かね悩みがあるなら今ならわしが相談に乗るよみたいな感じですかね。そしてもう曲の前半にはね、もうすごい、もうついにお言葉が来るんですね。なかなか気づけんよね、何もかもすでに持ってるのにね。これですよ、これはね、物をねいろいろ持ってるとかじゃなくてね、今ここでもう何もかも完璧なのに、天国にいるのにそれがわからないんだよなっていうことですね。でこれはね昔のね禅のお坊さんの言葉と同じなんですよ。分かってますね、風さんは。もうねえ、すでに極楽にいるんだよって。でなんでね極楽にいるのにわからないんでしょうかね。はい、それはもちろんね、いつも言ってるように
我のせいなんですね。エゴのせいですね。でもうね、自我でね、身をカチカチに固めちゃってるんですね。だからその閉じた心、今こじ開けなって言ってるんですね。つまり個人のね、この体に自我っていう鍵のかかった鎧を身につけてるんで、それをこじ開けて、そこからわーっとね、こう宇宙空間にね、自分が広がっていく感じをイメージするといいかもしれないですね。そして宇宙全体になった時、それが本当の自分ということですね。そうすればね、毎日がお祭りみたいで、なんか大事なね、特別な日のように思いっきり楽しんで生きられるっていうことなんですね。花祭り、夏祭り、何でも好きに選びな。あなたの心の中咲かせな。秋祭り、冬休みということですね。風さんはね、明らかにね、意識して私たちのその自我をね、こじ開けようっていう、なんかそういう意図が見えますね。もう曲を聴いてるとね、もう随所にね、それしかないですね。とにかくね、我が邪魔するんですね。もういろいろね、すでに持ってるのに、こんなにね、恵まれて生きてるのに、もっともっと欲しがる。これはね、私の経験なんでね、ちょっとお恥ずかしいんですけども、ね、神社へ行ってね、宝くじ当たりますようにとかね、聖地巡りとかね、引き寄せの法則とか、ね、本を読み漁ったりね、占い師のとこ行って、私の将来どうなりますかとかね、もう全部ね、私なんですね。その時には分からなかったけど、そういう活動の中にはね、少しも愛はないんですね。自我のあるところにはね、自分があるところには愛がないんですよ。まあ可愛いですけどね。それで人間も一生懸命なんですよね。だけどね、子供が病気になったら、それはね、神に祈らなくちゃね。それで他の人のためにもね、祈る。神社行ったら今の命に感謝する。あらゆることをね、自分を計算に入れずってね、宮沢賢治が言ってね、小学校でも習うのにね、忘れちゃうんですね。私もね、しょっちゅう忘れちゃって、自我が強くなってね、苦しんだりします。だから気をつけないとね。何にもね、望まなければね、全て与えられると思うんですよ。少なくとも私はそうですね。それなのにね、自我をね、強めることばっかりしてるんですよ。もう何回でも言います。もう人の苦しみ、あらゆる苦しみの原因は自我です。もうこれしかないんですよ。それだけ気づけば、もうあとは何にももういらないと思うんですね。簡単なことなんです。我を取っていくっていうのはね、決してね、善人になるとかね、ボランティアするとか、何か我慢するっていうことじゃないんですね。っていうより、自分が楽になるんですよ。自分がね、こう縮んじゃって、損するんじゃなくて、逆なんですよ。そうすればね、個人の自分っていう感覚が薄れて、大いなる自己ね、風さんの言うハイヤーセルフとして生きていけるんですね。何でも好きに選んで、あなたの心の中咲かせなっていうね、そういう状態ですね。好きなように生きていけるんですね。全ての宗教はね、そこを目指してるんですよ。一つの大きな自分に気づいて、それをね、体感するのが
悟りと呼ばれてるんですね。でもなかなかねそこへ行かれないから頭でね理解するのもいいと思うんですね。そこはもうね差別も何にもないから勝ちや負けとか一切ないし、それこそ何をやってもうまくいくんですよ。だからね我を取っていくっていうことはね風さんもそうですけど人間をねその我からエゴから解放するために一生を捧げた人がいるんですね。その人はねクリシュナムルティというんですけど、ここにちょっと本があるんですけどね、この人はインドの哲学者というか思想家というか宗教家というかね世界教師って呼ばれてたんですけど、80年代まで1980年代ぐらいまで生きてたかな。で世界中回ってねあれしてたんですけど、教えじゃないな、何だろう、講演をねしてたんですけど、もうね宗教じゃないですね、宗教を超えてるんですねこの人は。これ英語版で、これはもうボロボロになるぐらい読んで、でねこの人いいんですけどちょっと難しいんですよね、とっつきにくいんですね。でね私理解するのにもう7年かかりました。でねでも分かるようになってからねもうすっごい本当に解放されて生きるのがずっと楽になったんですね。なのでねもし自我についてね真剣に取り組みたい方は参考になるかと思います。風さんのね音楽聴きながらだとねもう効果抜群かもしれません。はい、リンクに貼っときますね。Amazon にも本いっぱい出てるし YouTube でもね動画いっぱいありますから。でねだからねこのエゴさえねなんとかすればあれもこれもが大当たり、もう比べるものは何にもないなんですよ。もう宝くじどころじゃなくてもう人と比べることはなくなるし、何でもね自由にやりたいことがやれるし、嫉妬心もね起こらなくなるし、もうあれもこれもがありがたし、苦しむことは何もない、肩を落とすことは一切ない、そういうふうになるんですね。でさらに言うとね自我でね苦しむのに拍車をかけるものがあるんですよ。それがね時間なんです。で時間はね必要ですよ、人と会うとかね仕事する時も必要だしね。だけどあれはね人間が生み出した一種のねけじめというか概念であって、時間っていうものは本当は存在しないんですよ。わかりますかね。今この瞬間瞬間があるだけなんですよ。宇宙のねこの全体が躍動してるだけなんですよ。だから全てがねそのエネルギーで動いていて、もう一瞬一瞬変化してるだけなんですね。だからねあと未来やね過去はね幻想なんですよ。そのことをね今証明しますね。例えばねこれねさっき入れたお茶ね、これ見えるかな、これお茶ですけど入れた時はねもう入れた時のお茶はもう過去のお茶ですよね。あったかい熱いお茶はね。で今ねここにあるのは少し冷めたお茶ですよね。過去のお茶なんかどこにもないですよね。ここにある入れたてのお茶はここにあるものじゃないですよね。これは少し冷めたお茶で、じゃあ過去の入れたての熱いお茶どこにあるかっつったら私の頭の中にしかないんですよね。ないんですよ過去なんか。ここにあるのはこの瞬間の
このお茶だけですよ。でね、そのありもしない過去で人は苦しむんですね。あの時あんなことしなきゃよかったとかね、私はあんなにね親の教育悪くてあんなことになったりとか、あんな辛い目にあったから、だから私は今こんなに不幸なんだとかね。ごめんなさい。それでね、だからありもしないその過去で苦しむわけです。じゃあ未来はどうかっていうと、未来もないんですよ。このお茶あと5分もすればもうお水みたいになりますよね。今少しぬるくなってます。飲んでみます。はい、少しだいぶぬるくて、でも5分ぐらいするともっともっと冷めてお水みたいになりますよね。だけどその未来のお茶はここにはないですよね。ここにあるのは今この瞬間のお茶だけですよね。未来は私の頭の中にしかないですよね。だけどそのありもしない未来で人は苦しむんですよ。私はこれからどうなるんだろうとかね、昔の私の愚かな私みたいに占い師のところへ行ってね、なんだかんだ言われてまた悩んじゃったりしてね、だからね、ありもしない過去の苦しみとか未来っていうものはね、頭の中にしかないっていうことを覚えておくと余計な苦しみをしないで済むんですね。この今のこの瞬間にたくさんの幸せが隠れてるのに、それを見逃しちゃうんですね。はい。そしてね、自我もね、時間にも左右されないで、今この現在をね必死に生きるときに、それが祭りになるんですね。僕が激しく泣いたせいで、君が派手に笑ったせいで、夏の暑さは体を焦がして、冬の厳しさ骨身に染みた。これはね、生きていく上でのね厳しさを歌ってますよね。お互いのね自我で傷つけ合う人間関係ですかね。それへのね対処として、真っ平らに生きられたらまっすぐにそこへ行けたかな。よっしゃ今なら遅くはねえから、よっしゃよっしゃよっしゃとありますね。このね大いなる自分として生きて、まっすぐに真っ平らにね、どんなことにも飛び込んで生きていけばまっすぐにそこへ行けたかなって言ってるんですね。でそこっていうのはもちろんこの場所が楽園だったって気づいたところですね。真っ平らに生きるっていうのはね、あるがままに起こる出来事をまっすぐに受け止めて生きるっていうことだと思うんですね。と私は解釈してます。キリスト教で言うならば神の御心に委ねる。で仏教で言うなら親鸞さんみたいにね、仏にお任せするっていうねことですね。であるがままに生きるっていうのはね、どんな辛いことも受け止めてとことんね味わって生きるっていうことなんだと思うんですね。これをねよくね自分本位にねわがままに生きるってこととねちょっと誤解してる人が多いですね。はい、今まで旦那で我慢してたから私はこれから自由にね私のために生きるわとかね、それでこのシーンでねって風さん叫びますよね。あれがねすごいですね。もう運命に飛び込んでいくね、まさにねもう善のね極致の瞬間みたいでね、もうね感動しちゃいますね。この部分で私がいつも思い出すのはもう随分昔ですからね、若い人は分かんないかもしれない。飛行機事故があってね、その時の機長さんの言葉ね、山にぶつかりそうになった時にもう一生懸命ね副操縦士の方を励ましてね、できることは全てやってドーンと行こうやとおっしゃって亡くなったんですね。もう胸がね痛みますけど、その気概にはねもう感服しますね。あれですね、あれこそね
もう明日はない、今日死ぬつもりで生きるね、過去や未来にとらわれず自我でね愛を殺すことなく生きる。これはね風さんの言いたいことなんだと思うんですよ。どこかでね明日はないものとして生きるって言ってますよね。何だったか、燃えよだったか。つまりね今この瞬間にこの一つの中に、大きな一つの中に全てがあるんですね。生まれゆくもの、死にゆくもの、全ては同時の出来事。さらに言うとね、生も死も本当はないんですけど、それ話すとものすごく長くなっちゃうので、それはまた別の機会にお話しします。でね、いろんな苦労はあるけれど、それをみんな抱きしめて味わって、そしたらあれもこれもがありがたし、ありがたく思えるようになるんですね。もう生きてるだけでめっけものになるんですね。で、苦しむことは一切ない、肩を落とすことは一切ない、そういう心境になるんですね。そしてね、夜になって一日が終わって、ねえ、風さん、お布団に横になるねえ、あれ分かりますよね、すぐ。あれブッダのね涅槃像、ブッダがねお亡くなりになった時のあれですけど、それで何にせよめでたいっていうんですね。これはね一日の終わりをねなんていうのかな、一生の終わりと見てるのかな。一日一日を死ぬ気で生きてる、明日はないという覚悟ですかね。今日もねこの天国のようなありがたい生をもう目いっぱい生きたというね、そう満足感ね、これですよ風さんの世界はね。深いですね。ではね、今日はまた大好きなね白隠さんの言葉なんですけど、これ冒頭で風さんが言ってたことと全く同じこと言ってるんですね。さっき書いといた、どっか行っちゃった紙がありました。これです。見えないか。これね白隠禅師、白隠和尚ですね。禅のお坊さんですね。衆生近くを知らずしてね、遠く求むる儚さよ。例えば水の中にいて喝を叫ぶがごとくなり、ね、長者の家のことなりて貧利に迷うに異ならず。中間略、当初すなわち蓮華国。蓮華国っていうのは風さんがよくこうやって蓮の花のことですね。蓮華の花の咲く国、つまり仏様の世界、天国のことですね。このみすなわち仏なり白隠禅師。これは今の言葉で言えば、もう民衆はね遠くを知らないで近くを知らないで遠くばっかり求めてる。近くにあるのにね、それが。それは例えば水の中にいて、喉が渇いたって言ってるようなものだ。またね、金持ちの家に生まれたのにわざわざ貧民街のねスラムの中で迷子になってるようなものだ。この場所、当初この場所、これこそがね極楽浄土なのだ、天国なのだ。そしてこの自分は仏なのだ、神様なんだよって言ってるんですね。はい、ずいぶん長くなってしまいました。はい、偉そうに話してきましたけど、それはねこの私じゃなくてハイヤーセルフの私が話したんだと思って大目に見てくださいね。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。いつもありがとうございます。